砲シューター。難易度あなたは何でプレイ？イージノーマルハードにルナティック、それか EX クリアまで短めで楽しい。ちなみにこの曲はハード以上が楽々できる人には意味をなさない。そもそも東宝原作やったことがないならこれを気に買いなさい。買ったはいいけど難しくてできない、そんな人に手を貸すぞ。クリアを目指そう AS ショー EX 解説始まる。選択するのは警戒組。道中ホーミングがなければ絶対に不利。エイヤは道中簡単な方だけどあくまでこれはクリア重視。ポコタンのとこまではノーミスでいこう。ボムはケチるな無駄な抵抗。スペルカードならスペルプラクティスフル活用。右下にて待機、上から妖精全部時期狙い。打たしてからさっと左に移動、あとは右戻りつつ打ち込めなんてことはない。この道中は基本右か左によってウォークと基地。しっかり覚えろ敵の位置、それがエキストラクリア最短の道。この組は当たり判定が小さめゆえに深いない。アンチも生まれるそれより大事形式警戒。これが他の組よりも長い、それでも毎回使うの大体ラストスペルに手を打ってボムの無駄遣い。あとゆかりでボムを使うことなかれ、なんたって当たらねえ。そろそろここらで1回目エクステンドだ。天賦を回収できてるなら大健闘。残機がありゃボスとの対決も余裕が出てくる解決法。計画は安全第一テンパるな。ほらまた上から来るから右下に低速使ってすぐ左。ここまで道中前半、お次はキモケーネと喧嘩。こっちに部があるドンパチよ。さあボム一発でここを突破しよう。絶対に落とすな、ボムは2発以上使うな。ノーボムなら最高、ミスったら最初からやり直しだからな。隙間妖怪低速固定最初のばらまき。エネミーの E が半アンチ、あとは時期狙いの鱗弾に惑わされるな。冷静に判断しちょんよけすれば問題なし。弾が当たらない快感、次は M と Y の間にて待機。鱗弾見てしっかりと回避。コツは弾を引きつけること。ただこれだけ撃破完了。お次は一生戻り橋、気合で8秒ほど避けてください。右下の半アンチは使わない。正面突破表面超は弾数多いが落ち着きな。下から上にどうしてボン、気合を険し行していこう。次につなげるためのセイクネクストヒストリー。いいに陣取り慎重にそれで相手大胆に右に避ける。急速なチキンゾンタンは無視して米弾のみ見てしのぐのさ。当たり前だが止まらなければボイフラ足らない、やれば意外と簡単。これを2セットチレット自然とできるようになるため上げる連動パターン組んで過去撃破スペカボーナスゲットあっという間。ここまで OK なら次に進むぞ。中ボス突破が一つのシグナル。正直ここらで様子がおかしくなる。下手に動き回るべからずちゃんとパターン組まないともどかしくなる。ずっとエクストラって呼んでた、まさかのエキストラ。ノーマルシューター、このテキストはクリアするまで永久保存版。ここから左右に海洋性点不回収は事故らないように調整。一体ごとに数とも隊長、弾しっかり消さないと退場。むやみに動けば狭い視界、パッと見めんどくさい時期狙い地帯。左下からスタート、レイムで倒していくのがここじゃスマート。落ち着いてちょんよけ、ウォーミングの素晴らしさ見届けるこの目。大きく動きすぎることなかれ、回収諦めるのもある意味大人だぜ。緑が終われば垂直打ち下ろした隙間に入れ。そこから動くな、積みたくなけりゃじっとしてれば打ち勝つだけさ。あとは青緑のポイフルを順番に避けるだけ。ポレミよっかしの天賦を大量にスルーするけどコン比べ当たって砕けるなんてダメ。最後に気持ち回収しとけば OK。 妖精5体は横移動で倒して道中最終戦。ララララランサマ張り付かしたら左下に移動。たったこれだけ妖精ご乱心でも安心。警戒組アンチ幾度も関心以上で道中解説終了。ノーミスで来ることが重要。スペカというより通常が別格。ボム節約したのはそのせい。ちなみに何個かスペカは確実に通ってもらうぞ。覚悟しとけ。奥が深くなる残機も増やして残機5ボムが2つだ。さあここから A や EX 本番。東方ギークエキストラ。ボタンインスタをってなんだかいきなりピンチかも。お札見た目よりか当たり判定が小さめ。結構めり込めるボスが動くからパターンもクソもない。気合で避けるボムでもしょうがない。通常ワンボムはミスをで抱え落ちだけはしないって条件。スペカット正面陣取り下から上に移動。抜ければいいんだはいいんだまいったとりあえずここで2回抜けろ。よく見んだボム一発言うまでもなくダメありませんまあいっか。ちなみにこのスペカーマジで嫌い。いつまでたっても安心できない。弾消したらもう1回抜けてもらう計3回。計3回の難しさもあるのもあるけどなぜか俺は安定しない。そして通常正直言うことない。だって気合強いて言うなら大きく動かない。あとは高速で飛んでくる札に注意するくらい。共通して言えるが無駄な動きは東大避けられるならボムは取っておこうか。ここから先は通常1回につき1発確実に撃つがそれは真似しなくても大丈夫。無理せずいけそうならいざ勝負。左上左中左下真ん中より少し左。火の鳥の後によって誘導させてから真ん中。そこから一気に移動して右中。打たせたのを確認したら右下。あとは左になるほどですね。あとは左に避けてくだけ。このスペカは安定させてくれ。ボムなんて使えん。誘導覚えりゃなんてことはない。ボーナスステージじゃなきゃ身が持たない。てかこれリプレイ見ないと何言ってるかわからなくね。火の鳥から4回連続スペカー通ってもらいますと警告積極的に練
練習しましょう。地道に努力して念じしましょう。残機5つでボムがない状態、気合嘘よけしまくってちょうだい。とりあえずにずっと置くけどこれは真似しないでね。ちなみに個人的によける時、目線は時期よりちょっと上くらいがちょうどいい。球がない場所へひと飛び、フォースの位置を見るのも大事。ショット当てなけりゃ一大事。戦いの中で成長するニュータイプ、集中して危機回避。人称乱様の出番、左上に使い魔の横が鉄板。高さを調整すれば合格、これなら簡単にスペカボーナス。ちなみに正面で避けてみる挑戦するあなたにアドバイス。同時に避けずに順番に一と一つくぐっていく感じ。上から青の札、下から来る紫の札、上から来る紫の札、ただこれの繰り返しの札。それぞれに合ったやり方がきっと見つかる。反アンチが確実か、自分で試して決めてみて。なんて言ったって何事も経験。いっぺん何が通常弾幕、スペカと同じレベルの感覚。できるだけ打ち込んでおきたい。赤札が下に来たらボムを帯びまい、熱心に追っかけるわけじゃなくも正面取りを心がける。ここら辺も余裕なら多分簡単にクリアできるプレイヤー。さあサージョン副軸、再下段で待機しといてよろしく。できますこちらも簡単に、お得意様半アンチ。ちなみに再下段は結界組限定、青札気にせずに打ち続けて。要は時期狙い、避けつつ下から来る赤札を避けてれば OK。 このスペカはスコアラーがやるとグレイズとコグがとんでもねえ。あんなのできねえでも憧れる、そのうち慣れるからちょっとやってみる。高速移動使ってかすって稼いでる、そんな気分にもなれる。事故ると意味がないのでおすすめはしませんが、さあ行こうか。4つ目トップだ、事故ることもなく順調に消化。油断などせずに仕掛けるぞ。リザレクションマスカの弾速、しばしくしょう言ってもさっきの通常が速くなっただけでやることは変わらねえ。避けられないなら仕方がねえ、ボムで削り取るぜ。お次はお待ちかね、正直者のシーン。レーザーに物落ちしないのが大事。行き当たりばったり知らなきゃ無理げ、ただのハったり。画面いっぱいの弾幕なんなく避けるレーザーに向かってちょん避けしてみればか不思議。あっさりと通過して肩透かし、ハったりレーザーは右からその後左からと交互にやってくる。黒米は時期狙いだ、避けるのは時期の真上にやってきた瞬間。いわゆる初見殺し、派手な見た目も所詮は脅し。我こそ正直者という方は大回転してみるもよし。通常弾幕は残り3つのボムなんてこんなんというより普通に考えて無理だろ誰が避けるんだよこんなんてな感じの弾幕です。ボムで抜ける作戦で掴むサクセス。事故がめっちゃ増えるのはここら辺からだからくれぐれも気をつけて。空間把握能力弾速の緩急、この弾幕をもっと探求。レミリアもっとキャラを間違えたもっとダウひたすら正面陣取る、体力削り取ることだけに尽力。真ん中左から右の順番でショット当て続ける精神力。右端まで行って一旦弾接地が終わったらすかさずボム。今回はボムがないのでとりあえずミスっときました。このパターンはボムをすることが前提なのでボムがないなら誘導してね。もう一度右端到達する頃には撃破してるよ。いつの間にか終盤戦、余裕を持ってる残機も4つボムも4つ、気を抜き続けたまにミスなんてしょっちゅう。決まってこう狙ってこう、彩る弾幕は天候落ち着いて勝利。今まで通りそれなりに引き継ぐレイムでボム。次のスペルはパターンなんてない戦いまたなしの気合許されない間違い見せる強気の境地。経典同時誰がやったか抱え落ち、フェニックス手に汗にゲルパターンなしなら弾の中見切る。決死結界もあるんだからみんな自力で避けてみな。おい終わり近づく、ただ力ずく、画面越しにガッツく、思い通り動かなくてムカつく。密度薄い方にするり抜けて通り、どれも当たらなければどうってことはない。フェニックスの輪でどれくらい持ちこたえられるかがキーポイント。やたら長く感じる戦闘時間ともこたんのヒットポイント。血走る目で必死なったもそんでかない。ボム3つまでだったら OK ねそうでない。ついに残すところはあと3枚、ここでネタバレインペリは出ない。どうしても見たい人は K ね含め7枚以上取得しなさい。ラストの通常は気が狂ってんだ、デンジャー日本語で危険だってな、ほら無理ゲー。未だに1回もノーボムで突破したことありません。ボムは2発使って OK ガチ OK なんて狂気の沙汰でしょうアクション。藤原の向こう史上最強の弾幕リザレクション。この大舞台で続けるぞ外部海星藤山ボルケイノ。使いの爆弾を下に配置、左斜め上にゴー。時期狙いスリーウェイ避けながら爆弾を下段真ん中へ誘導。すかさず右中へと急行用意周到。同じように動きこぐ奮闘。スリーウェイ爆弾誘導するなら真ん中で終わり次第。左隅へ目には目を歯には歯を、爆弾には爆弾を。あとはさっきの動きをトレイス。よく見りゃ意外と空いてるスペース。ミスを気をつけていれば自然と減ってしまうでおなじみのグレイズ。暴力的なスペカ見たまんま要練習突破難関さ。また左隅へこれたのなら決めボムで弾を消しないので被弾します。油断しない、ここで残機がないと絶望的。弱気な気持ちは踏んづける。さあお待たせしました第9スペル。パテスト全部で4段階、最初と最後はゆっくりと使い魔を配置。2回目3回目は大きく回りつつも細心の注意を払って動く、これが基本。ボム使わずに取れりゃ最高。それでもせっかくここまで計画通りに来れたのなら口酸っぱく言っとく。抱え落ちだけ絶対ダメ
力ならまだ限界じゃねえ。2回目左上で開始、下にちょんよけし続けてからゴムで切り返しする方法もあるけど回ってここは確実に弾速が辛いが遅めのくさび弾によって回るのがコツ。慣れればどうということもなくノーバム火を抜くなこんな風に。このスペカーに限らず誘導系で被弾してラストスペルになった場合テンパらずに誘導は続けるしかない。ぐちゃぐちゃ動くと取り返しがつかなくなるぞ。プレッシャー根のけで精神的に成長し平常心であれ。爆風巻き込まれちゃう屍距離感しっかり見定めぐるぐる回るやり方で攻略していくだけ。体力ペースハイブーン集中切らさず耐久残りわずかクリアが近づく次でパゼスト最終ばらまけとされる最終段階警戒組じゃできない破壊焼き鳥マリス法は別の機械で弾幕ならパワーだぜ。上下に動くときは低速で横に動くときは高速でミスが怖くなるファンカン焦らせる音カウンダウン残響所持してここまで消化パゼストバイフェニックスを突破ついに残すところあと1枚気合を入れていこうか。少しの進歩緊張早くなるシンフォン姿を表す蓬莱人形真ん中よりやや下真正面にてスペル開始。赤玉青玉の時期狙いは小さく時計回りで処理をしよう。できればこのワンウェイ気を取られないようになって動けりゃ最高。このスペルのちの全方位弾だけ見りゃノーミスで成功しちゃう。まあ言うは安く行うは形練習と慣れが大事って話。数々の逆境乗り越えてきたここで時間発狂己が最強と言い聞かすクリアは目前一気に勝つ。少しの油断が招く被弾わずかとなった残機と残り時間全身全霊もボタン目の前ひたすら打ち込みな。残機一つ以上でボム一つ以上所持してここまで来れたあなたへと送ろう。エ衝撃ストラクリア確定おめでとう。物量作戦あとはボムでゴリ押ししてれば倒せます。無理せず行きましょう。諦めないでよくぞたどり着いてくれましたコングラチュレーションということで解説は終了攻略完了。めっちゃ長いのに最後まで聞いてくれてありがとうございました。ノーマルシューター